どもども、あかねちゃんやで。今日は、ティラーの話をするで。つまり、ノーズギアの打刻の話やで。今後ろで動いているやつやな。せっかくやから、本当に、ティラーの話からしよか。これは、よく、ゆかりんの講座に出てくる画像やな。ちょっと暗くて見えないけど、操縦桿の横にティラーがあるんや。これやで。これを回すと、ノーズギアの向きを変えられるんや。まあ、車のハンドルみたいなもんやな。ラダーペダルを踏んでもノーズギアは動くけどな。8度くらいしか動かないんよ。ほんで、このティラーを回すと80度とかまで動かせるんや。つまり、これを回して、内側のブレーキだけ踏めば、飛行場で地面を動いている飛行機の、急ハンドルが実現できるんや。ほんで、元の話に戻るんやけど、つまり、この打刻のまま離着陸すると、簡単に横転するんや。そこで、別途離着陸用の打刻を作るんや。これが離着陸用の打刻やで。全然打刻が違うやろ。これで安心して離着陸できるんや。で、地面では曲がれないと不便やからな。こっちの大きい打刻の方を使うんや。ほんでな、ここから、ややこしい話が始まるんやけど、この手の引き込み脚って、操舵している最中に引き込むと引っかかるんよ。大丈夫な機体もあるんやけどな。例えば、このラバールは引っかかるで。つまりな、引き込むときや、引き込まれているときは、中心で固定する必要があるっちゅうことや。実演するで。今、ノーズギアを左右に動かしてるやろ。このまま引き込んでも、自動で中心で止まるんや。中に入ってる最中も中心で固定やで。ほんでな、足を出すときも、足が完全に出てから、左右へ動かせるようにするんやで。これ設定しないと、最悪物理的に破綻するで。さて、なんか、打刻の制御の仕方が、ティラーの話とちょっと違うと思ったやろ。その理由は、うちが使っている送信機のスライダーが足りないから、切り替え式にするしかないんや。例えば、こういう高性能な送信機を使っている人は、このあたりのスプリング入りのスライダーに、ティラーを割り振ると楽やで。ちなみに、うちがやっているような切り替え式は、強いて言えば戦闘機タイプなんや。例えば、これは FA18 や。あ、いつもゆかりんが使っている F16 は、うちは操作知らんから画像出さないで。で、この操縦桿の根元にあるな。スイッチを押すと、ノーズギアの打刻が変わるんよ。まあ、設定に困ったら、実物の真似をすれば楽、ということやな。ほな、今日はこれだけやで。高評価とチャンネル登録をよろしくな。ほな、またな。